日は七夕ゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は七夕ゼリーを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐ七夕ということで、かき氷シロップなどを使って七夕にぴったりなひんやりで美味しいスイーツを作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカルピスミルクゼリーの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、カルピスの原液、お湯、ゼラチン、カルピスミルクゼリーはこちらの材料で作っていきます。まずカルピスはですね、今回原液を使っていきます。そして牛乳とカルピスを合わせて 400ml にしていきます。で、こちらね、通常のカルピスを使う場合は1対1の割合で作っていただくといいかなと思います。で、その時ね、甘さはお好みで調整してください。もし甘さが足りない場合はお砂糖を加えてください。ということでカルピスミルクゼリーはこちらで作っていきます。はい。それではまずはじめにカルピスミルクゼリーから作っていきます。まずですね、こちらの粉ゼラチンを溶かします。器に粉ゼラチン、そしてお湯を注ぎ入れます。そしたらこちらをよく混ぜます。はい。そして30秒ほど混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。はい、OK です。このようにゼラチンの粒がなくなって、ゼラチンに透明感が出るまでしっかり混ぜてください。ゼラチンの準備はこれで OK です。それではですね、続いてこちらの牛乳を軽く電子レンジで加熱します。というのも、冷蔵庫からすぐ出した牛乳にゼラチンを加えてしまうと、たまに固まってしまう時があります。なので、ほんの少しだけ加熱していきます。で、こちらね、加熱しすぎると、今度はカルピスを加えた時に分離してしまう時がありますので、常温ぐらいの温度になれば OK です。では、こちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、20秒加熱しました。でもしね、まだちょっと冷たいなと感じるときは、プラス10秒ほど加熱してみてください。そしたらこちらの2つを合わせていきます。ボウルに牛乳、そしてカルピスを加えます。ちょっとね、今牛乳のボウルが小さかったので、大きいボウルに移したんですが、最初からね、牛乳を大きいボウルに入れていただいて、そしてその中にカルピスの原液を入れていただいても OK です。で、こちらを入れたら混ぜましょう。はい。そうしましたらこちら、溶かしたゼラチンを加えます。完全にゼラチンが溶けてるので、直接入れちゃって OK です。はい。そして混ぜましょう。で、このようにね、しっかり混ざれば OK です。それでは容器の中に入れていきます。今回は 200ml のプリンカップ4個分になります。だいたい半分ぐらいまで入れていきます。はい。このように4等分になるように入れてください。それではここにラップをして冷蔵庫で3時間冷やし固めます。では続いて上にのせるサイダーゼリーの材料をご紹介します。今回は2色作っていきたいと思います。材料はこちらです。サイダー、かき氷のシロップ、粉ゼラチン、お湯。サイダーゼリーはこちらの4つの材料で作っていきます。で、今回私はですね、ブルーハワイのシロップと、あとはいちごシロップで作っていきたいと思います。こちらはですね、お好みのシロップを使って作ってみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずね、ブルーハワイのサイダーゼリーから作ります。こちらも同様にね、一番初めに粉ゼラチンを溶かします。まず粉ゼラチンを器に入れて、そしてお湯を加えます。で、これをね、30秒ほど混ぜましょう。で、30秒ほど混ぜたら、こちらを電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、10秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜましょう。このようにゼラチンのつぶつぶがなくなって透明感が出るまでしっかりと混ぜてください。では、いちごシロップ用のゼラチンも同じように溶かしていきます。そうしましたら、サイダーゼリーを固める容器を用意してください。今回私はですね、380ml 入るタッパーを使っていきます。まずこの中にサイダーを入れます。で、ここでね、注意点なんですけれども、こちらサイダーと、あとはシロップ、こちらは必ず常温のものを使用するようにしてください。はい。そしたらここにブルーハワイのシロップを入れます。
はい、とても綺麗ですね。そしてね、炭酸が抜けないように軽く混ぜます。軽く混ぜたら、こちら完全に溶かしたゼラチンを入れます。そして混ぜましょう。この時もね、炭酸が抜けないようにね、優しく混ぜるようにしてください。はい、OK です。それではこちらを冷蔵庫で3時間ほど冷やし固めます。はい、続いていちごシロップです。いちごシロップもね、同じようにサイダーを入れます。そしてここにいちごシロップを加えましょう。そしてここに溶かしたゼラチンを入れます。そして優しく混ぜましょう。はい、OK です。それではこちらも冷蔵庫で3時間ほど冷やし固めます。それでは続いて星型をくり抜く用のカルピス寒天の材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、カルピスの原液、粉寒天。カルピスの寒天はこちらの材料で作っていきます。寒天の方がね、くり抜きやすいので、今回寒天を使っていきますが、少し固めのゼリーにしていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。はい、それではカルピス寒天を作っていきます。まず小鍋に粉寒天を入れます。そしてお水を加えましょう。まだね、火にかけていない状態です。そして一度火にかける前に混ぜてください。はい。で、混ぜたら火にかけます。で、火加減は中火で一度こちらを沸騰させてください。加熱している時はたまにね、このように混ぜながら加熱してください。沸騰しました。沸騰したら火加減を弱火にしてください。そしてこのまま弱火で1分加熱しましょう。寒天はね、しっかり火入れしないと溶けないので、必ず沸騰してからも火入れするようにしてください。はい、OK です。そしたら火を止めます。そしたらここにカルピスの原液を加えてください。カルピスの原液を冷たいと入れた時に固まってしまうので、必ず常温に戻したものを入れるようにしてください。では入れます。もうね、一度に入れちゃって OK です。はい、そして混ぜましょう。そしてもう一度火にかけます。火加減中火で鍋肌がふつふつするまで加熱してください。はい、ふつふつしたら OK です。それでは型に流し入れます。カルピス寒天はこちらの 450ml のタッパーに入れていきます。では入れます。はい、OK です。それでは粗熱を取って、その後冷蔵庫で1時間ほど冷やし固めます。はい、それでは飾り付け用の星を作っていきます。まずこちら缶詰の黄桃を用意してください。そしてこちらを半分に切ります。あとはこちらのクッキー型でくり抜いていきます。はい、このようにくり抜いてください。ではこちらをね、あと3つくり抜きます。ではね、ワンサイズ小さい星型もくり抜いていきます。はい、OK です。このようにくり抜きました。カルピス寒天も固まりました。ではこちらもね、くり抜いていきたいと思います。タッパーから寒天を取り外します。周りをこうやってスーッとなぞりましょう。そして裏返します。はい、こんな感じで固まりました。こちらもね、星型でくり抜いていきます。こんな感じです。可愛く仕上がってますね。では残りもね、くり抜いていきます。こちらも同じように小さい星型でもくり抜いていきます。はい。カルピス寒天の飾りはこれで OK です。それではね、すべて冷やし固まったので、最後盛り付けていきたいと思います。こちらのサイダーゼリーはプルプルです。ブルーハワイで作ったサイダーゼリーをフォークを使ってクラッシュ状にしていきます。はい、こんな感じです。そしてこちらのね、いちご味もクラッシュ状にしていきます。はい、OK です。ではまずこの2つにブルーハワイ味をのせていきます。すっごくプルプルです。とても綺麗な2層に仕上がってます。そしてこちらの2つにはいちご味をのせていきます。はい、いちご味はこんな感じです。可愛いピンク色になってますね。それではあとはね、盛り付けたいと思います。まずこちらの星をのせます。あとはね、カルピス寒天ものせます。はい、こんな感じで盛り付けました。ではもう1個も同じように盛り付けていきます。はい、こんな感じでね、盛り付けが終わりました。これで完成です。
はい、これで七夕ゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。下の層がカルピスミルクゼリー、そして上がサイダーゼリーです。そしてこちらがいちごシロップで作った七夕ゼリーです。こんな感じに仕上がってます。プルプルで美味しそうなゼリーに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。上のサイダーゼリーからいただきます。ほんのりシュワッとしてとても美味しいです。プルプルですね。では下もいただきます。カルピスのさっぱりさに牛乳のまろやかさが加わってとても美味しいです。そしてね、食感がすっごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の七夕ゼリーのポイントです。まずカルピスミルクゼリーの牛乳なんですが、冷たい状態でゼラチンと混ぜてしまうとゼラチンのつぶつぶが出てしまう時がありますので、ほんの少しね、常温ぐらいの温度になるぐらいまで温めてください。温めすぎるとカルピスと合わせた時に少し分離しやすくなってしまいますので、ほんの少し温めるぐらいで OK です。そして今回七夕ゼリーということでブルーハワイのシロップと、あとはいちごシロップを使って作りました。こちらの上のね、かき氷シロップはお好みで変えていただいても OK です。そして上のサイダーゼリーについてなんですけれども、混ぜすぎないようにしてください。そうすることで少し炭酸が残ってシュワッとした美味しいゼリーに仕上がります。で、今回上にトッピングでカルピス寒天を星型に抜いたものと、あとは黄桃の缶詰を星型に抜いて乗せました。こちらのトッピングはお好みでやっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は七夕ゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。